ても簡単に縫えます。修正もせずに使うことがサクサク縫えて簡単に作ることができるので。こんにちは、服工房の村です。今回は普通のカフスと違ってちょっと簡単なカフスの縫い方を説明しようと思います。普通はカフスの中に袖を入れてカフスで挟むものが通常のやり方なんですが、このように袖側の方に倒して縫うやり方で縫うととても簡単に縫えます。普段洋裁教室をしているんですが、きちんとしたカフスの縫い方をしたい方もおられますが、作りたいものをサクサク縫って早く仕上げたいっていう方も結構おられて、そういう時にはこういう空きを提案したりしています。この間来られた方もこの空きで作ったらサクサクできていいわと言って、仕上げて喜んで仕上げて帰られたので、今回この動画を撮らせてもらいました。今回この仕様ができるのは袖下空きのものか見返し空きのものに限ります。理由なんですが、ちょっと裏返してみます。裏に返すとよくわかりますが、カフスの端が縫い代の中に入る仕様でないとこの袖高のカフスというのはできないです。短冊空きとかパイピング空きの場合はカフスを中に入れる縫い代がないのでできないんですが、こういう見返しだとカフスの端を中に入れることができて、袖下の空きも袖下の縫い代でカフスの端を中に入れることができるので、この2つの仕様でこのカフスはできるようになります。今回はこの両方ともできるんですが、今回は袖下空きの仕様のもので縫っていってみようと思いますので、是非動画を見てみてください。型紙の説明なんですが、今回はこの袖下空きのものか見返し空きのものにのみ適用すると言ったんですが、あとタックのものタックのないものは大丈夫なんですが、袖口ギャザーのものだと上側に倒れた時にギャザーの上にステッチがかかってしまうので、ギャザーのものはちょっと向かないかなと思います。今回この袖下空きのものに対してこのカフスは合っているので、もともとこういうデザインの袖下空きのタック、またはタックが1本だったり2本だったり、タックのないものに関してはこのまま型紙を修正もせずに使うことができます。あと見返し始末のものもあるカフスのものをそのまま使うことができるんですが、こういう短冊始末とか、あとパイピング空きのものですとカフスとこの褶長が合ってこないようになるので、これは型紙を修正する必要がありまして、寸法の差の分、寸法を測ると分かるんですが、カフスに合わせてこの差の分を大きくしたり小さくしたり、そういう修正は必要になってくるので、もし違う空きのものでチャレンジしたいなっていう時には空きを変えて作ってみられるといいと思います。まずはタックを縫っていきます。仮止めができました。
次に袖下あきのあき止まりまでを縫っていきます。カフスの両端を縫います。カフスと袖口のところを縫ってきました。これで袖の袖下の部分はこう自然に縫い代を割ってこう空きにしてくるので、ロックをかけて自然に割って、この端のところは三つ折りのアイロンをかけるところまで準備しています。これでカフスと袖を合体していきます。普通の時にはカフスに袖を挟むようになるんですが、今回はこの袖の方を一緒に合わせて袖側に縫い代をすべて倒すようなやり方にしていきます。これでちょっと合わせていくんですが、このあきの三つ折りの端に中表で合わせます。カフスは表面のみ芯を貼っているものが多いと思うんですが、芯の貼ってある方とお袖の表側を端をきちんと合わせます。合わせたら三つ折りの端っこを反転させてくるんとカフスをくるむように合わせます。でちょっと待ち針を止めます。反対側も同じように端と端を合わせて、この袖口あきの三つ折りの端をくるんとカフスをくるむようにします。これで間を沿わせていきます。待ち針がぐるっと打てたので、これでミシンで縫っていきます。ミシンで縫っていきます。袖口をロックしてきました。これで一回ひっくり返してみます。これがどういう風になるかというと、袖口の縫い代はすべてカフス側ではなく袖側の方に倒します。こう見た感じは変わらないんですが、縫い方はとても簡単で、普通にカフス高で縫うよりも半分以下の時間で簡単に仕上げることができます。次にこの袖口のあきの部分の三つ折りの端の裏から見て三つ折り端のステッチと、あと上に倒した場合にはこの部分の縫い代が不安定なので、
上側に 7mm のステッチをかけてきます。袖口に 7mm のステッチと袖下の脇に三つ折りの端にステッチをかけてきて完成しました。こちらの方は見返し焼きなんですが、作り方は同じになるので、この作り方は省略していきます。作るにあたって普通のカフスも素敵なんですが、このカフスもサクサク縫えて簡単に作ることができるので、皆さんも作ってみてください。